女性ならではの護身術とか、身を守る術っていうものをちょっと今回お聞きできたらなと思うんですけど、これこのままこうやっても多分ダメです。絶対無理なんですよ。ここからっていうのがこんにちは、空手家ボーイです。今回もか弱い化け物、細井芳美先生とお届けしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そろそろもうこの2つ名は定着してきたかなと思うんですけど、もうだんだん否定する元気がなくなってきました。ご自身もお認めになりました。ちょっと意味違うかな。実は想像に難くないとは思うんですが、僕のチャンネルはほとんどが男性のチャンネルでですね、女性の割合が全年齢を通して 3. 点何%で、35歳以上の割合が 85% 以上のチャンネルなんですよ。なんで正直もうほとんどおじさんしか見てないチャンネル。私一言で言うと半分が女性だと思ってました。全然そんなことなくて、むちゃくちゃ偏ったチャンネルなんですよ。なんですけど、それでもわずかながらずっと応援してくださってご視聴いただいてコメントくださる女性の方も少しだけいらっしゃるんですよ。で本当に大変貴重な女性の方々もいらっしゃるんですけど、ちょっとですね、そんな、応援してくださる女性の方々に向けて、せっかくの初の、女性コラボの企画なので、ちょっと女性ならではのなんていうんですか、真実とか、身を守る術っていうものをちょっと、今回、お聞きできたらなと思うんですけど、ちょっと護身術っていうと結構語弊があるというか、ちょっと勘違いされちゃう人もいるんで、簡単に説明すると、基本護身術っていうのは、よく僕道場でも子供たちに言ったりするんですけど、学校でほとんど 99% 以上習えると、危ない危険なところに行かないとか、危険な人に近づかないとか、基本的に何か危険にあったら逃げる、一人で立ち向かわないっていう、そういう超基本は置いておいて、それでもどうしても戦わなきゃいけない状況になってしまったとか、もしくはもうどうしてもその自分が逃げた巻き添えになっちゃう人がいるから、どうしてもその後は一瞬でもいいから立ち向かわなきゃいけないっていう時に初めて 0.00 何%を立ち向かわなきゃいけない状況のためにあるのが護身術という感覚ではあるんですけども、それを踏まえてですが、ちょっとその朝井先生の女性ならではのその護身的なものを教われたらなと思いますので、よろしくお願いします。今私のことを何て呼ぶんですか？朝井先生。あれこれすごく読みづらいですよね。星見さんがないっていうのがちょっと星見です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、頑張ります。はい。ではすみません。ちょっと女性になんですかね、男性じゃないというか女性だからこそなのかちょっとわかんないですけど、ちょっと個人的なものをなんかどんなシチュエーションがいいですかね。それも正直僕そうですね、女性用の護身っていうものを考えて教えたことは実は僕なくて、だからどういうシチュエーションっていうのも全然考えてないんですよ。なのでそういうのも多分、僕よりも星見だって言いにくい。ダメですか、朝井先生。ダメです。ダメです。星見お願いします。星見。頑張ります。知ってるものを教われればなと思いますんで。どうね、ハンジュラさんなんかあります？アイディア。なんかエレベーターとか。そこにエレベーターあるから見ちゃった。いやエレベーター。狭い場所で。相手が素手か武器を持ってるかでも変わるんですけど、武器を持ってたら自分が素手であることがなんか手ぶらであんまり皆さん外出ないんですよ、女性って。なんかバッグとかがあるから、もうそういう時はもう自分の前にバッグとかは持っておくと、もし何かに刺されてもものがあるので、めっちゃ大切ですね。
慌てず自分の前に出すものでっていうのがあれがなかなか顔向かって刺してくる場合はね、切りつけることはあってももうお腹を多分ねそうですね、刺すならあれなんでちょっとこうしておくのは大事ですよね。物のとかあともう物を活用するんです女子は。カバンとかバンバン使って逃げるっていうのが大事なんですけど、もしなんかどうですかね、狭いところでどんな感じが抱きつかれたら腕を掴まれるとか、腕を掴まれた時によく皆さんおっしゃることが、あるんですけど、似てると思うんですけど、なんかこうちょっと多いとかってなんかこうなったりするじゃないですか。これもまず恐れないことですよね。恐れず冷静になることでいろんな方多分同じことをおっしゃると思うんですけど、ここのウィークのところを外せば取れるじゃないですか。ただ女子はもう焦ってこうなるんですよ、こうなるんですよ、やめてって絶対こうなるんで、これをまず冷静になることが大事。もうクールダウンする、クールダウンしてもう腕で絶対こうやってやってももう本当に取れない、絶対取れないので、もう落ち着いて冷静に、嫌かもしれないんですけど相手に近寄ります、この肘を相手に向けるだけですね、向けて逃げるんですけど、これ多分向けて逃げようと思っても掴まれるんですよね、こう掴まれたりするんで、もうこれ本当に先生がおっしゃるように決死の覚悟です、もう身の危険があるので、あんまりやりすぎちゃ逆上してしまうので、もうこう来たらこのままこうか、こう来たら真ん中に手を出します。真ん中に手を出して走って逃げる、大きな声出して、大きな声出して走って逃げる。でもとりあえず今あれですね、まずカバンを前に、これめちゃくちゃ大切です、でプラスこの冷静になるってめちゃくちゃ大切なんですよね。これ僕実は、小学校の3年生だったかな、2年生3年生とか中学年ぐらいの頃に、実家が神社なんですけど、賽銭泥棒かなんか来たんじゃないかなという気があって、で僕、裏口の近くにいてたんですね。そしたら夜中にガチャガチャガチャって音が起きて、でむちゃくちゃ怖くて、その時でその布団の中に潜って「お願い開かない」ずっとビビってこうやってて、で開かないから帰ったんですけど、後から考えたら別にうちに父親も母親もいるし普通に起きて電気つけてお父さんお母さんに言えばよかったじゃんって後で考えれば分かるんですけど、でもそういう判断ができなくなるんですよね。そうなんです、パニックってしまうと。そうなんです。でさっきみたいにこうすれば抜けるって分かってても、パニックっちゃうと、どうしていいか分かんないみたいなってなっちゃうからっていう、だからですね、子供たちに前ご親切にも言ったんですけど、常に想定して、例えば道で歩いてて、普段よく、通学路で使うところで、この辺で誰かに襲われたり、この辺で逃げなきゃいけなくなったら、この人の家はいつもよく空いてるから、この人の家に逃げ込もう、この範囲だったらこの人の家に逃げ込もうっていうのを普段の通学路でいろいろ見ながら普段から考えておくことで初めて、使えるから、まずはそういうこと起こるかもしれない、そういう時はここにこうしようってまず決めておくことがすごい大切だよっていうのを話したりするけど、もう本当それです。それです本当にやっぱりいざっていう時に何があるかわからないので、本当にね、女性ですと持ち歩いて最近ね、塗るものが多くなっちゃったからですけどね、なんですか、こう汗のスプレーとかの種類もなるほどありますし、最近こうなって塗るかっていうやつが多くなったから、どうすんだ、腰に使えない確かに思った制汗スプレーは腰に使える、腰に使えるをこうシュッて目に入ったら、あれね、そうか、あれですね、誤診のために整髪料とか制汗剤1本でも持ち歩いておくてもいいかも。そうですで探してるとダメですから、危ないとかなんか暗いとかっていう時は常に出せるところに、出せる時に、あとやっぱり防犯ブザーのね、音とあと光ですよね。
光がすごく大事なので、それらを全てできなかった場合にね、今みたいに掴まれたとか冷静になる。でこうちょっととかって胸ぐらとかこう例えばこう掴まれた時も絶対冷静にならないとダメで、これすごい怖いですよ。怖いじゃないですか。正直そうですね。これだけの体格差だってこんなだったらめっちゃ怖いんですよ。めっちゃ怖いんですけど、これも冷静に、もう嫌なんですけど抱えます。抱えてお辞儀します。こうすると倒れるじゃないですか。でひねります。で逃げる。逃げる。声出す。もうだからもう力に力で対抗しようとしない。もう絶対筋力の弱い人、こういうベクトルがこう引いてるからこうしてもね、もう無理なんで、こういうベクトルになってるので、このまま角度を変えてあげる。で自分の体重をかけたら、このままこうやっても多分ダメです。絶対無理なんですよ。ここから引いてあげることで変わる。でこれが引いてあげることで変わる。これで腰を、これでこの後これ聞けないんで、このお尻でヒップアタックするような。ああ、なるほど。お尻でヒップアタックするような。ああ、なるほど。アタックするような。ああ、なるほど。決してこう力で対抗しない。確かにこの状態で普通に乗っけられても何してんだろうっておっしゃる。なるほど。ちょっとこうすると急におおってなる。そう、角度を変えてあげるっていうことを常に考えとけよってやっぱり言われて育ったので、こう掴まれた時とか、なんかこういうところ掴まれた時もこういうベクトルになっているので、なんかこうあれダメじゃないですか。これを回転するとでこっちがもしこっちで取れなかった、あちょっとすいませんって言えなかったら、これ手を上げれば取れます。なるほど。でもこれあれですね、普段からこう取られたらこうって練習してるうちのしかわかんない。そうかもしれない。それなんかシチュエーションですよね。想像をやっぱり働かせて、力で対抗しない、声を出す。でもあれですね、まずは最初はとりあえず危険に遭わない、逃げる、一人で立ち向かわないとかなんか言った上で、それでももしかしたらあった時に、逃げるためには、そういうことだけは習っておく。でも本当あれなんですよね、その相手が、自分に危害を加えようと思ってる相手に立ち向かうって、多分本当一般の人が想像しているのの数十倍どころかもう数百倍かもしれないぐらいの恐怖を伴うんで、そこはですね、もう想像するなり道場で練習するなりして絶対体感しておかないと、パニックってどんだけ練習した技も出ない。出ない、本当に出ないんですよね。そうなんですよね。本当に出ないので、やはりこう自分の身を守らなきゃと思ってる方は、やはりこう対面で練習できるその機会をね、の纐纈先生のオンラインサロンすると大切です。そこは僕もその小学校の時に一回自分が体験したんで、人間ってその準備もできてないんで、決めてないことってこんなできないんだっていう、全く脳も動かないし体も動かないっていう経験してたんで、でもあれ良かったなと思います。あれ経験できたこと怖いですよね。いやうちの中にそんなガチャガチャしてたら怖いですよ。めっちゃ怖かったですね。いや怖い。でもそれ体験できたのは自分の中では良かったなって指導者になった時に思いました。神社だったっていうところもさすが道理でこのね神々しい雰囲気でありがとうございます。じゃあぜひちょっとあれですね、数少ない女性の方の護身術っていう形であったんですけど、別にこれ女性じゃなくても全然男性でも同じようなことなので、さっきあれですね、この
こっちに乗っても意味ないですって言われた時は本当全然関係ないなしかもめちゃくちゃ体重が軽いんで僕多分乗っかれても何も変わらないんですよ。こう引かれた瞬間にこれだけ体重差と筋力差があってもやっぱ崩れるんで、こういうのはやっぱ知ってる人がやれば絶大的に力がある。で男性がやったら多分全然同じ体重の男性だったらバラーンって持ってくれるぐらいの。これで容量がなんですかポイントがあって、こうなんか全部そうなんですけど、こう出だしを速くするんですね。これゆっくりやってもこういかないんで、出だしを速くする、速くする、出だしを速くする、速くするっていうのが大事なんです。はい。でそれをするにはやっぱり練習がね。そうですね。人はどうしても必要になります。ぜひ参考にして。はい。そんな大丈夫ですか？もう全然大丈夫です。ありがとうございます。はい。じゃあ実際のその基本的な動きとそこから派生する技とか、なんでその動きするんだよっていうのとかを覚えていく。それがわからない。多分そこだと届くんで、来たらちょっと後ろに引いてもらうんですけど。雲の背にかかって食われちまったんだよお前は。搾取される前の弱い生き物だったってだけだ。それないだろ。7年もリンカー待ったんだ。これは奥の石だ。今日も最後は YouTube を見ていただきありがとうございます。僕も浅井先生のって言っちゃうなこれ僕も、星見チャンネルに出させていただいているので、ぜひそちらもご覧ください。はい、ぜひよろしくお願いします。なんか8月に8月末に、東京の下落合っていうすごいローカル線なんですけど、新宿には近いんです。はい、西武新宿線の下落合のそばにある劇場、小劇場にて、私作演出のアクション見舞劇というのをやります。で今カメラを撮っているうちの若手の直哉が主演に出ておりますので、皆様興味がありましたらぜひぜひぜひ見に来てください。じゃあちょっとあれですかね、この公開までにもし詳細が決まってたら動画概要欄の方にその辺を貼らせていただきますので、よかったらちょっとチェックしてみてください。ありがとうございます。はい。日頃僕のチャンネルは見れば 100% 強くなるための役立つ動画を毎週金曜18時に、更新しています。これからも空手家をごする YouTube 動画で一緒に強くなりましょう。ありがとうございました。今回お届けするのは、避けられない攻撃を出すための間合い操作術です。僕の空手の、技術の1億を担う本当に超大切な技術で、概念自体はものすごい単純なもので、知ってしまえば正直そんなことなんですけど、僕にとっての秘伝と言ってもいいレベルの技術なので、要点などについて、絶対に